人類はもう火災で命を落とさない。 FRP という強化繊維プラスチックっていうものを燃えなくしようとした会社であります。大手のテーマパークや大手の重機メーカーも、例えば100億単位のありとあらゆる会社からオファーが来てたんです。トヨタとか来そうですよね。どころじゃない、もっとどころじゃない。もう60歳になったらお金じゃないので、火災で亡くなることをゼロっていうのを目標にするわけですけども、まずは身の丈にあって月何千万かのビジネスやりたい。でも将来は地球全体から火事をなくしたい。そのギャップがあるじゃないですか。ゆっくりやっていくと何百年もかかるイメージがある。5分経ったらオファータイムが終了します。でなければ評価。不燃開発会社のイーチドリーム代表の中野翔吾と申します。当社は軽く説明させていただきますと、不燃材の開発会社で FRP という強化繊維プラスチックっていうものを燃えなくしようとした会社であります。セラミックスを同じ使い勝手で使えるように開発しました。全世界の難関試験を通ったっていうことを頭に入れていただいて、この動画をご覧いただいたらありがたいと思います。これは住宅密集地の火災でもらい火を受けた場合の実験動画である。木造の家の模型を用意し、真ん中の1軒のみを次世代 FRP で加工。さらに燃えない断熱材で作られた箱を設置し、中には氷を入れて実験。いざ点火。果たして実験の結果、次世代 FRP で加工された家のみが崩れずに残っている。中の氷を確認すると、なんと氷は溶けずにそのままの形を保っていることもわかる。課題はですね、当社2019年に10月に開発が成功して会社を設立したんですけども、大手のテーマパークや大手の重機メーカーもありとあらゆる会社からオファーが来てたんです。仕事を進めてたら2ヶ月後からなんかわけのわからない病気が世界で蔓延しまして、企業を立ち上げてから3年間売れないじゃなくて世界が動かないっていうことに見舞われまして、もうその3年間無収入沈静化して、世の中が慣れて商売に行こうかっていう時に大きいオファーしか来ないんです。買収とか買収はもちろん来ますね。例えば100億単位の、当社は100億の仕事をいただいても1億の仕事すらできない、身の丈に合った商売方法を模索している状況で、皆さんのお力をお借りできないかっていうお願いです。100億規模とかで例えばどういうような仕事のオファーの内容が来るんですか？車会社、僕はブローカーと話したんですけども、皆さんが思う以上のとてつもない金額でオファーいただいたんですけど、100億はそんなに珍しくないっていうか、100億の仕事を取って銀行から借り入れてっていうのはちょっと身の丈に合わない。貧乏なので縛りのある金額を借りることは僕はできなかったんです。ステップバイステップで100万円、1000万、1億、10億、100億と少しずつ会社の規模とか余震規模とかを拡大していきたいから、入り口としては小さい受注を今取りたい。はい、そうです。100億の会社どうやって御社を見つけ出したんですか？プレスリリースっていうので、もうコロナ前からもううちは強いられて、トヨタとか来そうですよね、立地的にも。どころじゃない、もっとどころじゃない。アメリカのカリフォルニアで火災ありましたよね。あんなのもニュース見てて、もし御社が数年前にあそこ着手したらたくさん救えたんじゃないですか？もう悔しい悔しい。それがあったからオファーが来たんです。すぐ来た。知り合いがブローカーやっとるっていうのがあるんですけども、面白い話をしないかっていうブローカーの話までですね。まだ身の丈に合った案件の具体的な例ってだから、例えば東京で言ったら世田谷ってすごく危ない、高層ビルの上に住みたいでしょうけども、高層ビルって実はどの階でも火災になったらもう全てが
不幸な方に行っちゃうんです。エレベーター止まる、煙上がる、ドアさえ開かなくなっちゃうんです。消防士が入れないし、高層ビル絶対届かない。うちのやつだったら、例えば火災になっても一軒家、中クーラー効きっぱなしです。それでも何十億ですよね。多分そうでもない、何十億でもない。下は500万ぐらいから、この一部屋を燃えなくしとったら、逃げ込んだ方が外に出るよりも安全。シェルターみたいなのを作ると、はい、各フロアに。そう東京にお住まいの方だったら分かると思うんですけど、役所の周りってすごく危ない。消防士入れんし、古い家が多いし、その中でじわじわと行けたらありがたいかなっていう、なんとかこの高層ビルの上の人とかに声が届けないかなっていう。それは例えば僕の家があると、皆さん家あるじゃないですか。壁紙とかを変えるだけで変わる。燃えるに関しては変わります。ホテルでよく見かける大理石とかの壁ってあるじゃないですか。うちだったらもう1センチぐらいでやれるんです。今の大理石の壁ってこれぐらいの厚さじゃなければ燃えちゃうので、内装の面で貼るだけで燃えなくしますけども、それが大火事に見舞われた際、命を守れるかって言ったら、うちのやつで断熱材で覆ってからそれをやっていくっていう。しかも大理石より安くなるみたいな感じですか？高くなります。高くなるっていうのは、うちがあまりにも微弱だから、売れていくベースに乗っていったら確実に安くなります。原価が下がる。もうめちゃくちゃ下がる。すごい大切なものを保管してるような倉庫とか金庫とか、金融機関さんと提携したりして、そこのお客さんだとか、金融機関で使ってもらうとか、紹介で最初広げていくのが良さそうですけどね。去年御徒町の商業ビルの仕事も決まっとったんですけども、その前に練習しようと3件やったんです。言われた納期より1ヶ月2ヶ月遅らしてもらって、3件とも納期遅れやらかしたんです。こちらで納期が決めれて、自分の身の丈に合った仕事っていうのを一番目に作っていきたいっていう。身の丈に合う売り上げのビジネスをこれからやるっていうのが一つ。もう一つは大手からの M&A とか資本提携とか有利な契約をして、もう営業も資金繰りも全部誰かにやってもらうと。下請けみたいなんだけどめちゃくちゃ儲かるみたいな、そういう座組でやるっていうのはダメなんですか？考えておりますね。 M&A はもう毎日のように来ますし、僕が考えているのはホールディングス化で、今年の6月からそれで進んでいきますけども、お金になればいいっていうことじゃなくて、絶対感の使命感を持ってるわけです。命に対して広めたいわけですね。こだわりってもう60歳になったらお金じゃないので、火災で亡くなることをゼロっていうのを目標にしてるわけですけども、山火事だって多分うちのやつを使ってくれたらものの何分で鎮火します。会社をパーンって儲かるからそうしようよっていうことはちょっと難しい。 M&A とか提携の申し込みが来て、哲学とかそのケミストリーみたいなのが合うところってあるんですか？もうすでに。あります。会社のこの存在価値を高める、命を救えていくっていう、それが一番で、例えば軍事に利用されたら本当に困っちゃう。宇宙の会社の試験、コロナ前に合格しちゃったんですね。そこと契約しなかったのは、軍事産業に使われてしまったらとても困るので、そういう会社の在り方の考え方ですね。身の丈を僕はちょっと解像度を上げたいなと思っていて、高層マンションの 1LDK の壁紙を全部御社のものにするってなった場合のご料金というか、でそれが御社にとって身の丈に合ってるっていうことなのかっていうのをぜひ伺いたいんですけど。500万からでしょうか。500万10畳ぐらいだったら、ここだけ守りたいっていうお部屋があった場合はもうちょっとお安く。そうですね。自分が値段を決めてくれなくちゃいけないっていうものがあるので、コマーシャルみたいな感じで安く出すっていうことで値段は変わっていけるし、そのお客様のお声をどこまで求めとるのかですごく変わりますね。お客様から直接じゃあ500万でうちの部屋をもうまるっと変えてほしいっていう依頼があった時は、身の丈に合ったものとしてご対応が可能ということ。500万ぐらいだったらもう安心して。相手が個人だと納期の縛りが法的処置に変わっていかないじゃないですか。2B というよりなんか 2C のイメージをされてるんですかね。はいはいはい。今まではその個人の方からの依頼とかは今はそんなにない。届かないんですね。企業には届いても。個人の人は知らないから依頼が来ない。
からそこから来るようにしたい。特許がコロナで伸びとったんです。この間日本おりましたけど、特許がないとどうしてもねダメじゃないですか。先日1週間前に降りてきたんですけど、日本だけは強気でいけるかなっていう。個人の人からじゃあ今おっしゃったような 1LDK の張り替えの依頼が来るとします。いっぱい来るとします。月何件ぐらい対応できるんですか10人が動けるんですけど、1人っていうのはその大事なところやらなくちゃいけない人間が必要なので、外注さんもご協力願えるってことだったら10件やれるぐらいな感じですね。500万っていうのはその外注の技術者、施工する人たちに払うお金も含めて500万、それとも素材代だけ？違います、仕上がり。まずは身の丈にあって月何千万かのビジネスやりたい。でも将来は地球全体から火事をなくしたい、火事で命をなくす人をなくしたい、そのギャップがあるじゃないですか。ゆっくりやっていくと何百年もかかるイメージがあって、その間にいろんな技術革新も出てくるかもしれない、代替品も出てくるかもしれない。早めにもう企業規模を大きくするってことに着手した方が大義は果たせるんじゃないですか。それを踏まえてそのホールディングスがですね、6月から持ち株会社は多少株を譲ってもいいと。そうです。その下に会長社長が案外自由にやれる会社も持っていると。そうです。なるほど。規模が小さいっていう話をされてるじゃないですか。お金もないしっていう話をしてたんですけど、仮にじゃあ予算が潤沢にあれば大きい規模の仕事って今できる状態なんですかね。例えば人材とか別の部分のリソース不足のところもあるじゃないですか。そこはどうでしょうか。今例えばパンとお金を持ったら8ヶ月後からは大丈夫です。人の採用とかはじゃあ別にあんまり困らないっていうジャンル。機械化でもやっていけるので、機械が高いだけでポンポン作れちゃうので。案外エンジェル投資家の人とか元政治家や大臣の人とか僕友達多いんですけど、御社と友達になって応援したいと、ちょっとは儲けたいけど社会を良くしたいみたいな温度が合う人いっぱい僕知ってるんですけど、そういう人はもうすでにいっぱい会ってる。うちの今株主が49人で、この方たちがいなければ、この材料じゃなければ当社は生き残ってないです。当面のこの足元のキャッシュフローとかが今課題なんですか。大きい案件が来て着手できないから日銭を稼げるようなものが欲しい。堅実さがないからです。コロナで打ちのめされたじゃないですか。ほんで厚生年金とかそういう負の遺産が払えなかったんですよ。なるほど。コロナ融資も受けたけど受けてない。受けれなかった。あれって前年の実績とかあるので、条件があるからね、銀行がそれ通しましょうかって言ってくれた銀行あったんですけど、縛りある借り入れをしてくださいっていうのが来たので、今マイナスの状態からちょっと楽になるにはあと何千万かが必要、1億ぐらい必要。6月からは株を放出しますので1億は超えてくるので、それがあって6月から組み立ててホールディングス化でどういうふうにやっていくかっていうのをやりだしたんです。この素材を売りたいんだとか、ホームセンターに売りたいんだ、インターネットで売りたいんだとか、何をどのくらいで売りたいって言っていただいた方がいろいろ僕らもオファーしやすいですけど。身の丈にあったのは内装ですね。壁紙ともしくは壁紙プラスアルファもうちょっと分厚くするやつの素材を売りたい。はい、その通りです。 B2B で内装業者に売りたい。その中で監督みたいな感じでうちのやつが受けるっていう感じで売りたい。御社がもう直接受けて、で御社が逆に業者は手配する。はい、手抜きなんかされたらえらいことなので。なるほど。すげえバズるイメージあるんですけど 2C で本当に合ってるのかなっていうところは。細かいと言いつつも500万って 2C にしては大きい金額なんで、絶対燃えないみたいになって、中に人入れてね、 YouTuber でも入れて元政治家とか大臣とかなんか紹介したら広がっていくなと。お金儲けじゃなくて、わかるわかる。自慢できるほどの頭は持ってないので、出させてくれてありがとうございました。